はい、カニ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は5月後半のタロットリーディングをさせていただきます。星の話も途中で入れていきますし、最後にオラクルカードも引きますので、ぜひ最後までご覧ください。それから6月9日に占星術&数秘術フェスに参加させていただくことになりました。これは占星術が全く初めての方でもちょっとした情報で深く自分を知れますよということで、いろんな体感ワークを私参加させていただいて提供しますので、ぜひご興味のある方は概要欄から詳細の内容をご覧ください。オンラインでもやっていますし、会場にお越しいただける方はぜひ会場にもお越しいただけると嬉しいです。では早速いきましょう。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。5月後半です。ソードの2、カップ9、ワンドキング、ソードナイト、女帝逆、ソード4逆、ワンド3、カップのキングと、ストレングスの逆とオラクルは、はい、死神です。おー、なるほど。この時期ちょっと先に星の話をさせていただくんですが、この5月20日以降っていうのは少し雰囲気が変わってくるというか、少し休憩しましょうとかお休みに入りましょうみたいな形で、外側の世界やこの現実の世界で何が起こるかではなく、内側の世界でどれだけ自分を癒せますかとか、不要なものを手放せますかとか、何か調整していく、自分の中で何か統合していくための時間として与えられているという感じがするんですね。でさらに5月23日の満月っていうのも、エネルギーがピークになるんですけれども、これまで自分がやってきたこととか培ってきたこととか、いっぱいいっぱい抱え込んだものの中から整理していくみたいな形になると思うんですね。一般的にはこのいて座の満月っていうのは非常に発展運があったり、広がっていくよみたいなエネルギーがあるんですけれども、蟹座の皆さんは単に外の世界を広げるというのではなく、自分自身がしっかりするとか、基盤ですね、基盤というか、自分の感覚っていうものがどしっとあってこそ外側の世界に広がっていくので、まずその自分の内側の世界での何かはっきりとした確信たるものみたいなものに気づくために、いろんなね癒しが起こったり調整が起こったりするなっていう感じなんです。でさらに5月24日以降はそういったスピリチュアルなことだったりとか、精神世界のことで気づきを得やすかったり、ご自身も今までとらわれていた何か現実的な達成みたいなものから少し外れて、なんかゆったりできるとかね、そういう感じにもなると思います。なのでちょっと海に遊びに行くとか、森林浴しに行くとか、そういう自然に触れて自分自身のいろんなものが整うよっていうのも楽しい時だと思いますね。やりやすい時だと思います。5月24日以降で、さらに5月26日以降、いよいよ今年の後半のテーマである木星が双子座に入るということで、何かを終えていく、その何を終えていくんだろうっていうのがこの2週間の中でご自身で感じるんだろうなって思うんです。これ悲しいこととか嫌なことではないんですよ。あくまでも卒業、これまで本当に自分がやってきたこと、長年やってきたことで、この方向でやってきたっていうことを違う方向に変えてみるとか、一つの集結するみたいな感じがあります。これやっぱオラクルでこのデスというカードが出てるということは、一つの時代が終わり新しい時代が始まるよっていうお知らせなんですね。でこれは今年後半のテーマでたっぷりと体感していただくものなので、この2週間っていうのは本当にそのきっかけがあるんだと思います。きっかけや、もしくは自分がこれを終えていくんだなっていうことが分かるみたいな感じだと思います。そして今すぐ何かがもう始まっているとか、何かが終わろうとしているとかっていうわけではなく、現状は非常に維持されてますし、むしろうまくいってるみたいな、ビジネスにおいても自分がやろうとしていることに関してもうまくバランスをとって進んでるなっていう感じがあり、やることがたくさんあるみたいなね感じで忙しくされてる方も多いのかなと思います。で今のこの感覚っていうのは、やっぱりこれまでご自身がね一生懸命やってきたからこそある現実であり、非常に恵まれているなっていう感じがします。どれだけ忙しいとかね、大変とかっていうちょっと惑わされるような状況があったとしても、でもそれを体験できること自体が幸せだなみたいな、非常に恵まれた祝福のエネルギーみたいな感じのがするんですね。ですので
ちょこちょこはいろいろ現実あるけど、でもなんだかんだ言って幸せだなみたいな感じかもしれません。でそしてさらにその中から自分にご褒美をあげてもいいかなみたいな形になり、ちょっと自分に甘くなったり自分を許していくみたいな流れが起きるんじゃないかと思います。でその後それを消化する何か自分の中で寝かせていくみたいな感じですかね。単になんか嬉しいこととかエキサイティングなことを自分に与えてやったーとかわーとかではなく、本当に自分ってよく頑張ったなとかよくやったなって一つのご褒美に、じゃあ自分はこれを自分に与えますみたいな形で、何か自分にとって嬉しいこと、誰かの愛情を受け入れるとか、誰かが何か言ってくれてたことを受け入れてみようとか、その思いかもしれないし、それはものかもしれないし、自分自身に対して何かを許可するみたいな感じがあり、でその後じっくりそれを体感する、ゆっくり寝かせるみたいな感じがあります。ですから現実世界っていうのはちょっと今は忙しいかもしれないんですけど、少し寝かせていくみたいなね、ちょっと緩やかになっていく感じがあります。でそうやって緩やかにしてしっかり休むことによって、また新しい未来が見えてくるねみたいなのがあるので、とても穏やかで、今はちょっとごちゃごちゃしてるかもしれませんけど、非常に穏やかでいい流れだなっていうふうに思います。そして対策のところでね、カップのキングやストレングスが出てるので、ご自身の中にあるその思いっていうか優しさだったりとかね、誰かに対しての思いっていうものがうまく伝わってないんじゃないかと思われるかもしれないですし、また相手のことを本当に思ったらどうしてあげるのがいいことなんだろうっていうことを思うかもしれませんね。その思いがあること自体がすごく愛にあふれてるというか、優しいなって感じがします。ですからそれをなんか表に出すとか、誰かに伝えるとか、相手が受け取ってくれるっていうことはちょっとさておき、まずこの2週間っていうのは自分自身を消化するっていうかね、褒めたたえたり納得させたり許したり受け入れるっていうことをしていただくのが一番いいのかなっていうふうに思いました。ちょっともうちょっと見てみましょうか。いいですね。何かバージョンが1個上がって、本当にこれから価値のあるもの、自分に必要なものの方にシフトしていきたいんだっていう形があります。でまだそれは長い時間をかけてねやっていくことなので、今年の後半をかけて、そして来年携わっていくみたいなものが見えてくるっていう感じですね。なので本当にこの2週間でその触りというか始まりであり、これを終えていくんだなっていうのが分かるみたいな。例えばお仕事とかでも実際に退職するのは来年なんだけど、もう今の時点でもう来年退職するっていうことを決めて、じゃあもうあと1年なんだったら精一杯自分ができることをやろうみたいな形でね、アクセクしたり焦ったりとかではなく、今の自分ができることをやろうみたいな、すごくシンプルでしっかりとした愛のあふれるエネルギーとして現実を生きていくことができるっていう感じです。でしっかり終えることでまた次の未来っていうのも出てくるので、そんな感じですね。で人間関係に関しては状況が動いてないように思うかもしれませんけれど、ご自身の価値っていうのは結構相手に通じてるんだなっていう感じがします。何かを表現したりとかね、あからさまになんか関係性があるっていうわけじゃないとしても、ちゃんとその人自身の価値とか自分の価値っていうのを相手は分かってくれてるなっていう感じがしますね。ですからもう少し何かじゃあもっと動かしていくにはどうしたらと思うかもしれないですけど、もうちょっと時間をかけてほしいなって感じがします。すごく豊かなエネルギーがあるので、自分を許した結果、自分に許可をした結果、その人と関わっていく関わりやすくなるっていうこともあるかもしれませんね。でもちょっと休憩しようみたいな感じがあるので、焦らずにいってほしいと思います。要するに思いとか関係性とか形じゃないもの、自分たちがそう捉えておくものに関しては、ここからねこの2週間で生み出すっていうことではなく、むしろ整理して自分を温めたり許したりすることによってもっとスムーズに流れていく道ができるよっていうのが一番なので、人間関係に関しても決して誰かとの関係が悪いとかいうわけではないんですが、あからさまな形に持っていくまでもうちょっと時間をかけた方がいいっていう感じがするんですね。
で決してその時間をかけたりとか物理的に距離があるからといって離れているわけではないので、自分の中でゆっくりとそれを消化する時間が必要なんだなって思いました。はい、そんな感じですかね。ちょっとシンプルですけど、これを皆さんの状況に合わせてね解釈してください。ちょっと最後にオラクルカード引いてみたいと思います。はい、バランスというカードが出ています。このカードもじっと見てご自身なりに何か感じることがあればメッセージだと思って受け取ってください。すごくここでもねセルフケアっていうのが出てますけども、本当にねいい時間だなって感じがするんです。私はねこの2週間やっと休憩に入れるみたいな、なんかそんな感じなんですよね。ずっと追い求めていたものや何かこう頑張ってきたものっていうものを消化して次に行くための入り口って感じがするので、ご自身をケアすることによって全てがうまくいく、何かを作らなければとか何かを修正しなければっていうことではなく、自分を整えたらこういろんなことが整うんだなっていう感じがしました。はい、ということでここまでにしておきたいと思います。何かしらね参考になりましたとか分かりましたという方はぜひいいねボタンやコメントで教えていただけると嬉しいです。次回また5月末に次の動画をアップしたいと思います。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひいい時間をお過ごしください。失礼します。